今時ピッて行けるんですよ。知ってました？新幹線ピッて乗れるんですよ。知ってました？知ってますよ。やっぱ一緒に過ごしたかったですね。永遠にザ・ファーストやるわけにもいかないっていう、新しいの1個作るために社内業務が1ヶ月止まりますっていうのはやっぱそうとは違うところでの成長が見られるような人もいたりすると思う。きっと特にそうだけど、元からいるトレインの3人がその少なくとも精神的に引っ張れてないとなんかね、何のための期間だったのかっていうことになるし、20歳オーバーのその新規の方々とかはなんかもうなんていうの、もう準備できてないといけないっていう。このオーディションがミッションという名前である理由でもあるんですけど、一つは参加者の彼らが本当の意味でプロになるっていうためのミッション、もう一つはBMSG に課せられてるミッションだと思っていて、 BMSG がもう一つ大きな組織、大きな会社になるためのミッションっていうのが明確にあると思っています。ありがたいことに本当に優秀なスタッフに恵まれたので、彼ら彼女らが自分たちの意思や意義でもって、企画プロジェクトを進めていく、および自分は今現段階も極力介入しない、ザ・ファーストの時は特殊だと思うんだけど、極力介入しないようにする。ただ何か違うぞとなった時にどういったタイミングで軌道を修正すべきなのか、または多分責任を自分が取りに行くこともあるでしょうし、会社として大きくなるため、フェーズを変えるために意識的に入らない必要があるっていう自分にとってのミッションでもある気がします。待ちわびた時が来た、もう絶対に離さない。 Never let go、 瞬間にかけろ Never let go、 目を変えろ、踏み出したその足が幾度震えていたとしても、何回だって自分を褒めろ。お願いします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 。ということで全員揃ったので、合宿第一次審査を始めようと思います。よろしくお願いします。お願いします。どういう形であれ15人で過ごすのはもう今日で最後なので、一つは思い残すことのないようにやってもらえたらなと思います。でもう一つは緊張するかなと思うんですけど、本来だったらそう緊張しないでリラックスしてっていうかもしれないんですけど、こういう時は緊張して良いと思っております。それはステージに対する礼儀というか、それは大事なステージで、たったの5分とかで人生が決まってしまうので、大げさじゃなく。で今後幾度となくそういうシーンは来るので、たった5分とか10分のステージで人生が決まる瞬間っていうのはプロになっちゃうと幾度となく来るので、そういう意味では本当に人生がかかっているというつもりで、必要な分の緊張を必要な分だけ背負ってもらえたらなと思ってます。そういう時に得てして横にいる仲間であったりとか、あと過去の今までの自分、特に多分君たちの場合はこの1週間の自分が助けてくれたりくれなかったりすると思うので、なので多分努力とか練習とか絆っていうのが大事だったりするんだなと自分は割と思ってたりするんで、そういったものも含めて見るので、何回も言ってきたけどコンテストではなくてパフォーマンスなので、もう本番だと思って、見てるお客さんが多いか少ないかだけの違いなので、今はこんくらいの人数でこんくらいの台数のカメラだけど、大きいところもちっちゃいところも誰かが見てるってことは変わんないので、なんか振り間違えないように、歌詞間違えないように、それは最低限必要なことかもしれないけど、それ以上に楽曲をしっかりと表現する、パフォーマンスするっていうのをステージで見せてもらえたらなと思ってます。ではよろしくお願いします。あんまり今回合宿帯同できてなくてお話できてないので、本番前に一言だけみんなもらえたら嬉しいです。
龍樹はどうですか？はい、今回こうして A チームでこのメンバーでパフォーマンスできることがとても嬉しく思っていて、自分は最年少なんですけど、この A チームのお兄ちゃん方といるときは意見を言えるというか、自分の中でまた一つ殻が破れたというか、自分から意見を言うようになったので、一つまたスキルアップしたというか、ラップやダンス以外の面でもスキルアップできたのがこの A チームだなと思っているので、本番 A チームの大人っぽい遊園地を楽しんでいただけたらなと、ファンタジーを楽しんでいただけたらなと思います。お願いします。ありがとう。よろしくお願いします。ランはどうですか？はい、僕はこの1週間、本当になんか自分を成長させていただいた4人と過ごせて本当に嬉しく思ってます。で、なんか長いようで本当に短かった1週間で、練習の時も誰一人欠かさず意見を言い合って、でちゃんとそれをみんなでこう理解し合っていいものを作れていったんじゃないかなと思っているので、この A チームだからこそ見せれるファンタジーを皆さんにお届けできたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ではチーム A のファンタジーよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ストップ止めて君だけ輝いていて引き寄せられてストップ時計の針を止め手を握りしめ The night goes on 朝までの sleep all night all night long 二人の世界他は気にしない、oh, oh 縮めた距離 alright alright girl ただ見つめ合うだけじゃ足りないよ甘いバラに誘い君だけにあげる道の果実 Baby I wanna be a fantasy この恋の魔法のせいにすればいい Fantasy I'll be your fantasy 二人きり just you and me Oh fantasy I'll be your fantasy この恋の魔法のせいにすればいい I wanna be a fantasy Yeah 特注のガラスの靴かぼちゃの馬車なら向かわすタスク Don't want anything but you 君がいる今日が俺の特集イルミネーションが飾る夜景も君の前じゃ頑張っても上演ショーハッピーエンド探すよりも終わらない夢の中で君とデート冷めることのないよ目を閉じてもそばによ野暮な言葉が出ないようにその唇をぐさごどんな素敵なアイスやジュエリーよりその微笑み一粒でいいほら太陽が僕らを見つけに来る前に逃げよう Baby I really 朝までの sleep all night all night long 誰も追いつけない離さないで絶対 oh, oh 縮まる距離 alright alright girl まだ終わるわけにはいかないよ甘い罠に誘い君だけにあげる道の果実 Baby I wanna be a fantasy この恋の魔法のせいにすればいい Fantasy I'll be your fantasy 二人きり just you and me Oh fantasy I'll be your fantasy この恋の魔法のせいにすればいい、ohありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。素敵なパフォーマンスでした。チーム A はクオリティがやっぱり高いですね。高いレベルの歌とダンスっていうのをずっと見れるので、多分
何回やってもアベレージの高いものを見せてもらえるだろうなと思うし、そういった意味でクオリティはだいぶプロフェッショナルに近いと思うんで、本当に素敵でした。ありがとうございます。ありがとうございます。龍樹はどうでしたか？はい、今回自分は初めてラブソングというかエモいチル系の曲をさせていただいたんですけど、ラップ担当させていただけたことがめちゃくちゃ嬉しかったので、もっとこういうなんていうんですかね、表現の幅を広げていきたいなって改めて思ったので、頑張っていきたいなと思ったのと、こうして A チームでこの大人な恋愛を描けたことが自分にとってはめっちゃ勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。そうだね、大人な恋愛の曲だもんねでも全然背伸び感なかったですよ。龍樹が本当にファンタジーのその主人公としてパフォーマンスをしているよっていうのに何の違和感もなかったですから、それはもうパフォーマンスアーティストとしてのレベルの高さに他ならないし、なんかこう楽曲にこう色をつける才能がすごいある方だなと思ったので、すごく楽しいな、面白いなと思う瞬間とか、この歌詞だったらどうやって表現するんだろうみたいなことが気になる瞬間がいっぱい、増えたので、すごい素敵だなと思いますし、ラップもね張らないから、高くないし張らないから割とマイクに声入れるの大変だったりすると思うんだけど、それが最後まで途切れることなかったですし、ボーカルコントロールっていうかマイクコントロールがもうバッチリできていたこととか、もちろんなんかもっとキー感つかんだらもっといろいろできるだろうなとかはあるけど、歌っても全然素敵だったのを考えるとそんなに難しいハードルじゃないと思うんで、ガンガン挑戦していってほしいなと思いますし、あまりそういった意味で心配することはないです。素敵でした。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてラン、はい、どうでしたか？前にやった時は1番だけだったんですけど、その時はなんかあんまりこう自分の中でも消化しきれなかったなっていう部分があったんですけど、今回はなんかより歌に入り込んで、なんかこう自分がその世界に入ってなんか自由に動いてるかのようななんか感覚になって、なんか自分の中でも気づいた部分や成長できた部分がたくさんあって、なんかそこが自分にとってすごい嬉しいことだったし、それをこの A チームで表現できたのもすごく嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、パフォーマンスとしては本当に、順調に成長されていて頼もしかったです。表現をしようというのがすごく見て取れたし、そのどれもが効果的だったので、おおラン君かっこよいってきっとみんなが思うだろうし、僕が思った瞬間も多かったので、すごい素敵だったと思います。ありがとうございます。今はまだこういうふうにパフォーマンスしようっていうのをイメージしてステージでやられている状態だと思うので、それを続けていくとそのうち多分考えないでも気がついたらかっこいいことやっちゃってたっていう瞬間が出てくると思うので、今のままで大丈夫だと思うので頑張っていってほしいなと思います。ありがとうございます。頑張ります。そのランもちょろっと言ってたけど、ランと生徒と海流はちょっと有利なんだよね。2回目になるから1回やってるから。でそれは否定しなくて、なので一人一人バラバラのチームに入ってもらってると思うんだけど、その分BMSG のトレーニーとしてやってきていただいた時間がある分違うものの見方もしたいなと思っていて、チーム力どういうふうに高めていってくれるかなみたいなところとかは期待してたりもしまして、そこら辺に関してはまたタイミングでずっと全体に追って話していければいいかなと思います。パフォーマンスとしては申し分なかったと思います。何せチーム A クオリティが高かったです。かっこいいパフォーマンスをありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。チーム B の皆さん、最後のパフォーマンス、こうちゃんはどうでしたか？はい、こうちゃん、ありがとうございます。この前の中間発表の時に、はい、雰囲気っていうところに対していい感じっていうふうには言っていただいたんですけど、
あまり僕らもちゃんとイメージしたものを表現できてると思ってたんですけど 100% 腑に落ちてなくて、でそれで昨日カチッとはまったので、僕らの中動画を見返すと全然違うところで、その雰囲気、カチッとはまった雰囲気を今回見せたいと思います。ありがとうございます。楽しみにしています。生徒はどうですか？はい、1週間通して本当にもうこの B のこのグループは常に話し合うことがすごく多くてね、本当にこんななんていうんですかね、相性が合うような人間が揃うことは本当に奇跡なので、この今まで話し合ってきたこのファンタジーを皆さんに届けれるように頑張りたいと思います、よろしくお願いします。よろしくお願いします。直哉はどうですか？はい、そうですね、本当にさっき浩平君が言ってくれたようにスカイハイさんに言葉をいただいてから僕たちなりにすごいまた話し合うことが多くて、そこから本当にカチッとみんなで意識が揃ってダンスも揃って、すごい僕たちにしか出せない、この5人にしか出せないファンタジーっていうのを僕たちで昨日やっと見つけることができたので、早くスカイハイさんやこの画面で見てくださっている皆さんに早く見ていただきたいなっていうふうに思って今すごくワクワクしています。はい、ありがとうございます。自分もワクワクさせてもらいます。英樹はどうですか？はい、このチームはなんかみんなが言ったように練習に対してパフォーマンスに対して一つも妥協しないチームだなと感じていて、その練習でも一つ踊ったごとになんか絶対言葉が出ないことはなかったぐらい、もう多くの言葉を使ってみんなで伝え合って話し合ってきたチームなんですけど、個人的にはみんな結構ダンスのスキルだったり結構キャリアがある方が多い中で、その自分に対してしっかりなんか壁を突きつけてくれて、その甘えさせないでいてくれた仲間、そしてその壁をその壁で終わるんじゃなくてその階段にしてくれたのも仲間だし、その階段も一緒に登ろうとしてくれたのもこの仲間なので、今までやってきたことを全て生かして全力でパフォーマンスをして僕たちにしかできないファンタジーをお見せできたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。心強いです。そうだね、このチームは英樹以外はダンス経験が割とねしっかりとあるもんね。でもその中でどんなファンタジー見せてもらえるのか楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。一目で君だけ輝いていて引き寄せられてストップ時計の針を止め手を握りしめたないこと朝までのスリープライオンナイト二人の世界他は気にしない縮めて距離 Alright good ただ見つめ合うだけじゃ足りないよ甘い罠に誘い君だけ見上げる道の果実 Baby I wanna be your fantasy この恋の魔法のせいにすればいい Fantasy I'll be your fantasy Just you and me, oh fantasy, I'll be your fantasy この恋の魔法のせいにすればいい、Wanna be your fantasy, yeah オートク中のガラスの靴かぼちゃの場所なら向かわせたすぐ
Don't want anything but you 君がいる今日が俺の特集イルミネーションが飾る夜景も君の前じゃ頑張っても助演しようハッピーエンドを探すよりも終わらない目の中で君とデート収めることのないよ目を閉じてもそばによ野暮な言葉が出ないようにその唇を塞ごうどんな素敵なアイスやジュエリーよりその微笑み一粒でいいほら太陽が僕らを見つけに来る前に逃げよう Baby I'm ready 朝までも sleep all night all night long 誰も追いつけない離さないで絶対 oh oh 縮まる距離 alright alright girl まだ終わるわけにはいかないよ甘いバラに誘い君だけにあげる道の果実 Baby I wanna be your fantasy この恋の魔法のせいにすればいい Fantasy I'll be your fantasy 二人きり just you and me Oh fantasy I'll be your fantasy この恋の魔法のせいにすればいい、oh素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございます。ありがとうございます。エイキはどうでしたか、やってみて。はい、すごく緊張してたんですけど、やっぱ音楽が鳴り始めたら音楽に身を任せるじゃないですけど、すごく心の底から楽しいパフォーマンスができたなと思うんですけど、やっぱここのステージに来るまでにあたって自分たちのチームだけもそうなんですけど、他の2チームだったりその宿舎の中でももうたくさんコミュニケーションをとって、このファンタジーという一曲に対してもういっぱい考えていっぱい悩んでいっぱい心から楽しんで、その分ちゃんと悔しい思いも個人的にもチームとしてもしてきた分、やっぱ今までの全てが乗ったファンタジーがお見せできたのではないかなと思うので、とてもチームのメンバーもそうですし、この15人全員に感謝したいですし、支えてくださったスタッフさんだったり、メイクさんだったりにも本当に心の底から感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいヒーローインタビューのようだパフォーマンスしててもこの人は優しそうだなっていうのが伝わってくる瞬間がすごいあって、それはすごく長所だと思いますし、やっぱある程度の技術がないとそういうところまでにじみ出てこないから、踊りながら歌うこととかに対していっぱいいっぱいにも一切なってないっていうのがあるので、完全にスタートラインよりはもう3歩くらい向こうっていう感じだと思います。こうふわっと全体を見ると一人ダンスの経験の浅い子がいるっていうのはもう気にならないかな、気づかないし、むしろ歌いながら踊ってる時の方が振りのニュアンスもハマってたりしたので、とても高い才能の持ち主だなっていうのを改めて実感させられましたし、歌はまだまだ全然良くなると思います。まだ全然伸びしろあると思うんで楽しみにしてます。ありがとうございます。素敵でした。生徒はどうでしたか。はい、そうですね、このファンタジーを通してチーム B のこのメンバーの中であったら、自分がどういうふうに自分の人間性を出したりとかをできるかなっていうふうに、パフォーマンス以外でもすごい考えることがすごい多くて、なんか本当にこの1週間を通して自分のその役割というか、例えばこう落ち込んだ時はちょっとほんわかさせれるような自分を出すことができたり、なんかグループとして、必要な役割を果たせたかなと思っております。ありがとうございます。いや分かります。すごく素敵なことだと思うし、グループとかチームをうまくいかせようと思ってそういうふうに考えてくれたのも素敵なことだし、人として素晴らしいことだなと思うんですけど、なんだろう、変な話だけど
そんなに気にしないでも良いよというところもあるかもね。一緒にいること自体に気使っちゃうようにすると、それこそ長くやっていくグループだった場合、自分が疲れたりとか、自分が疲れると人疲れさせちゃったりとかしちゃうと思うんで、チームのためにっていうことはね考えないでいいと思う。ただもうちょっとフラットにほらせっかく一緒にいるから隣の人ちょっとでもなんか楽しい方がいいかなとか、落ち込んでたら励ましてあげようかなとか、自分今落ち込んでるから励ましてもらおうかなとかそういうところがそういうものでいいと思います。なんかチームになった時に、グループとしてデビューした時に自分はこういう存在でいなきゃいけないんじゃないかとか、こういうキャラクターやんなきゃいけないんじゃないかとか考えちゃうと絶対良くないんで、パフォーマンス中は生徒は甘えるのがとてもうまいタイプだと思うので、多分見てる人とかがなんか子の笑顔は人懐っこいねとか、なんか好きになっちゃうねっていうふうに思ってもらえるパフォーマンスをできる方だと思うので、パフォーマンスじゃない時にそれできないと逆にもったいないかなっていう。そこよりも自分が気になっているのは、せっかくなのでトレーニング期間も長いし、クオリティさらに上げてほしいなとは思ってます。パフォーマンスにおいては純粋なダンスと歌のクオリティっていうのに関してはせっかくポテンシャルが高いのでより突き詰めてほしいなって思います。はい、そんくらいです。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。直哉はどうでした？はい、本当に5人と、チームを組むことができて、練習をする中でほんまになんかグループってやっぱり自分がずっとちっちゃい時からボーイズグループになりたいっていう夢があったので、やっぱりボーイズグループっていいなって思ったし、なんだろう、自分で考え込むんじゃなくて、こうやってみんなに甘えることができたりとかそうですね、本当に甘えることができたし、グループとしてだんだん成長していく姿がすごく見れてすごい良かったなってグループとしては思いました。個人としては僕本当にたくさん課題があって、まずは自信がなかったっていうのと、あと表現に一つ一つしか表現がないっていうのが自分の中ですごい課題で、このメンバーと本当にこうした方がいいんじゃないとか、ここ癖ついてるとか自分で気づけなかった部分も気づかせてくれたので、すごい本当にグループっていいなっていうふうに思った1週間でした。ありがとうございます。いやでも直哉と浩平はグループ経験があるってだけで一緒にやってたわけじゃないんだよね。一緒にやってました。一緒のグループなの？グループ経験がお互いあるってだけじゃなくて？違います、はい、一緒に同じグループなんだ。同じグループでした。いつ頃気づいたの？いや合格してから3時の時。そうです。そうなるよね。みたいな感じになってびっくりですね。いや本当にびっくりしましたごめんなさい。そうか、そうなんだね。でもパフォーマンスすごい素敵でした。中間発表の時と今でだいぶ大きく変わっていたと思うし、意識して変えてくれてることも伝わったし、少し緩急の緩の部分というか、もうちょっと計10の10の部分かな、ドシっていう瞬間がコレオとか表情ですごい止め跳ねの止めみたいなのがすごいできていたので、直哉のカラーみたいなものができつつあるんだなというのを感じました。すごい中間発表からここまでの短い期間だけどとても2日とは思えないくらい、多分パフォーマンスアーティストとして結構大きな転換期だなというふうに思うんで、引き続き頑張っていってほしいなっていうことに尽きるかなと思います。もちろんね、端的にこれよとか歌って言ったらまだまだ伸びるところいっぱいあると思うんですけど、ちょっとその転換にびっくりしました。カラーがすごい出てていいパフォーマンスでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では1時もう最後も最後大鳥ですねチーム C、どうですか？じゃあタクトから。はい、そうですね、一応 A と B のみんなのパフォーマンスも見て、今の率直な感想としては僕たちも早くパフォーマンスしたいなっていうちょっとうずうずもしていたんですけど、今まで C チームでやってきたこの1週間なんだろう、まとまりもあるし、みんな吸収力もあってすごくチームワークも
いいチームだというふうにも思っていて、まああとはなんだろう、今日もう今やってきた全てをベストを尽くすだけだと思っているので、一番に楽しんでやれれば、まあそうですね、緊張ももちろんしているんですけど、楽しんでC チームらしいファンタジーを見せれるように頑張ろうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてます。ありがとうございます。隼人はどうですか？はい、この1週間この C チームっていうチームの中でまずファンタジーを練習することができてとても幸せでした。でこのチームはもうダンスがすごい上手な方と歌が上手な方が揃っていて、もう合わさったらすごいパワーが出るチームだなっていうふうにずっと思っていて、それが今日このステージで皆さんにお見せすることができたらいいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。隼人だけ靴が違うのはどうしたんだろう？あ、そうなんだ、はい、靴のサイズがなくて。そういうことか。はい、なんかごめんな、逆に。逆にごめんなさい。なるほど。足のサイズは何センチですか？30です。松井秀喜じゃん。プロ野球選手だよね、本当に。すごいね。はい。じゃあ身長も伸びるね。伸びると期待してます。本番も楽しみにしてます。よろしくお願いします。海龍はどうですか？はい。まず C チームすごい雰囲気良くて、初日からすごい感じてたんですけど、それってパフォーマンスする上で絶対にいい影響を与えてくれると思うので、一つ一つなんか正確に課題見つけてはクリアしていってっていう感じで、あとは詰めていくっていう段階までわりかし早く持っていけて、で、色的にも A とも B ともまた違ったファンタジーになると思うので、ちょっと順番的にもめっちゃそわそわしてるんですけど。そうだよね。はいしてますね。ちょっとリラックスして、はい、いいパンバースしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみです。カノンはどうですか？はい。なんで？ありがとう。僕は振り覚えがすごくものすごく悪くて、そしてその編成期もちょうど来てるというか終わってないので、その音が出ないからどうしようとか思って、声は出ないし振りは覚えられないしどうしようって思って結構心が折れかけた時があったんですけど、でもこのみんなが海龍君は面白いこと言ってくれたり大輔君だったりも面白くてめちゃくちゃ優しかったりとか、あと隼人君はもうなんかお母さんみたいな存在のなんかもう包み込んでくれるような方で、拓人君はもうなんだろう、お父さんダンスも教えてくれるし、お父さんとお母さんと面白いお兄ちゃんたちがいて本当だね、本当に家族みたいな存在の方たちに支えられてここまでやってこれたので、はい、今日楽しんでこの曲をみんなでやれることに感謝して、この曲を僕たちが楽しんでその楽しさを、皆さんに共有していきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では参りましょう。はい、お願いします。お願いします。瞳で君だけ輝いていて引き寄せられて時計の針を止め手を握りしめてないこと朝まで No sleep all night all night long 二人の世界他は気にしない、oh, oh 縮めた距離 alright alright girl ただ見つめ合うだけじゃ足りないよあまり罠に誘い君
マラセオートクチュールのガラスノクツーかぼちゃの橋なら向こうはダスグー Don't want anything but you 君がいる今日が俺の特徴イルミネーションが飾る夜景も君の前じゃ頑張っても上演ショーハッピーエンド探すよりも終わらない夢の中で君とデート冷めることのないよ目を閉じてもそばによ野暮な言葉が出ないようにその唇を塞ごうどんな素敵なアイスやジュエリー夜その微笑み一つでいいほら太陽が僕らを見つけこの前に逃げよう Baby I'm ready 朝まで No sleep all night all night どん誰も追いつけない離さないで絶対 Oh oh 縮まる距離 Alright Alright girl まだ終わるわけにはいかないよ罠に誘い君だけ見上げる道の果実 Baby I wanna be your fantasy この恋の魔法のせいにすればいい Fantasy I'll be your fantasy 二人きり just you and me Oh fantasy I'll be your fantasy この恋の魔法のせいにすればいいさあタクトはどうでしたか？はいそうですねとりあえず解放されたっていう感じなんですけどはいまあ第一にめちゃくちゃ楽しかったというのと、僕は個人的な課題としてはやはり歌唱の部分ではあったのでそうですねダンスは自信があるけれども歌唱についてはもう本当みんなこのチームじゃない子たちにもちょっと聞いてここどうすればいいんだろうとかっていうのをちょっと教えてもらいつつ頑張ってきたつもりではあるんですけど、合宿で日が経っていくにつれだんだんみんなにもちょっと上達してるねというふうにも言ってもらえて自信がついたので3次審査の時だったり2次審査の時は正直まだ自信が持てないままパフォーマンスをしていた部分があったんですけど今日のこのメンバーでのファンタジーのパフォーマンスはダンスももちろん歌の部分についても自信を持ったパフォーマンスができたんじゃないかなというふうに思っているのでそこに部分については僕自身もそれができたことは嬉しいしみんなにも感謝してますし何より楽しくそれができたので僕は良かったかなというふうにもちろんこの現状に満足しているわけではないですがそこの部分については良かったというふうに思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。そうだね歌の才能すごい高くあると思います。すごい良かったです。歌が良かった。残響までしっかりマイクに入っていたし声のレパートリーもここなんか感情的に欲しいなっていうところでちょっと声が立ったりするのとかも歌手の歌だったしラップのところに入ってもキー感崩さずにリズムしっかりキャッチしてグルーヴもあったので結構普通に高いレベルの歌手だと思ってくれて構わないです。今の練習量でそんくらいできるっていうことは相当な伸びしろがあるのでより一層本気で頑張ってみてほしいなというふうに思います。多分その気になればなるほど成長の速度とかその度合いとかが上がると思うので結構自分にはものすごいたくさんの伸びしろが見えているのでただそれはあくまでも白なので伸ばしきるかどうかはタクト次第だと思うのでそうだね期待しているというだけしか言えないんだけれど少なくとも現段階ですごい高いレベルのパフォーマンスでした。ありがとうございます。ありがとうございます。隼人はどうでしたか？はいまずやっぱりこのチームでこの曲をできたことが幸せっていうのが一番です。でずっと自分の課題であったそのボーイズのダンスもともとガールズのダンスをやっていたのでそれがどうしても癖に出てしまうのが
自分の悩みでもあり課題でもずっとあって今でもそうなんですけど、この曲では少しそういった部分でも活かせるかなと思って少し自分なりにそういう部分を入れてみたりとか工夫は一度してみたんですけど、でもやっぱり癖ではあるのでそれがどうしても抜けきれない部分がこの先でも多分一番の課題になると思うんですけど、でも今日でもそういった課題を踏まえながら自分なりにこのダンスをできたことが良かったなって思います。ありがとうございます。そうだね、本当に隼人のいろんな表情をこの楽曲で知れて自分もすごい嬉しい気持ちです。顔だけじゃなくてね、体の意味でも声の意味でも表情がいっぱい知らなかったところがいっぱいあって、そのどれもが魅力的だったんで、パフォーマンス中にこう目を奪われる瞬間たくさんありました。素敵ですよ。そうですね、まだまだ歌い方とかもいっぱいあると思うんで、そうだね、まだまだ研究してほしいなと思います。でも現段階でも素敵だったっていうことだけは間違いなく言えるんで、かっこよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。海龍はどうですか？はい、まず一番の自分の武器としているのが歌唱なんですけど、その自分の個性っていうのがあんまりグループで歌った時にフィットしなかったりとかっていうことが結構あったんですけど、練習重ねながらでこの1週間もみんなで歌いながらその個性を残しつつしっかりグループで消化するっていうのが自分でもできるようになってきたかなって思ってるので、まずそれはすごい良かったなって思いますし、ボーカルに比べるとやっぱりダンスがまだまだ課題は多いんですけど、でもまだ歴はすごい長くはないんですけど、でも振りを踊るっていう以上のその表現だったりとか表情をつけるだったりか、その段階に行かなきゃいけないと思っているので、そこすごい意識しながら、このチームだったらタクト君とかもいてくれてすごい成長しやすかったので、そういった部分をお見せできたかなと思うので、はいはい、そんな感じかな。はい、ありがとう。ありがとうございます。いや素敵でした。個性っていう話あったけど、出そうとしなくてよくて、というのももう個性ってほら消そうと思っても消せないものが個性だと思うので、出そうと思って作り出すものではないと思ってて、で海龍の個性が特に声の部分でとても分かりやすいのがあるから、なおさらそうなんだけど、自分っぽい歌い方、自分っぽい声の出し方をしなきゃっていう形の個性の出し方はあんまりいい方向に転ばないこともあるんで、本当に気にしないでやってみて良いと思うよ。全然違う歌い方したとしても聞いてる人からしたら海龍っぽいねとか、歌い方ちょっと変わったけど個性やっぱり強いねって絶対思えると思うんで、それは今まで磨いてきた分のでっかい刀があるからなんで、そこにもうしっかりと委ねて、逆に自分はまだまだバリエーション聞きたいなって声に関しても思ってますし、それ出ると思うんで、まだいっぱいバリエーションあると思ってます。ダンスに関してもまだあると思ってます。大前提として本当をしっかりと踊りながら歌うっていうことのレベルがここまで上がってくれたことに震えるほど感動しているんですけど、ありがとうございます。もうちょっともう具体的に言ったらアジリティというかね、俊敏性みたいなものとかをキレみたいなやつだけど、を具体的な筋トレとか含めて鍛えていきたいと思いますね。それが明確すぎる課題明確すぎる課題っていうのはもっとパフォーマンス力とかそういうざっくりしたやつじゃなくて、本当に筋肉的なアジリティを上げるタイミングかなと思ってます。全体的なパフォーマンスとして、ものすごく素晴らしかったです。歌いながら踊る、全身で表現するっていうことに関して、基本的に具体的なことしか逆に言うと言いようがないくらい抽象的なところは完璧だったと思います。素敵でした。ありがとうございます。
とうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では全体起立。いやいや、そんな感じじゃないけど、ごめんね。ちょっと学校みたいにしてみちゃっただけだけど。本当ありがとうございました。素敵なものを見せていただいて、本当自分の栄養としても大きなものいただきました。そうだね。共同生活っていうこととか、同じ課題曲を1週間練習し続けることとか、いろいろ大変だと思うんだよね。すごく大変な人もいれば、大変かなこれ楽しいだけだけどなって人もいると思うんだけど、少なくとも日常じゃないのは確かなので、でもって、また明日以降は人数を減らさなくてはいけないっていうのもまた確かにあるので、そこら辺本当にシビアです。なんか冒頭でも言ったと思うんだけど、本当にこの時間ってすごく恵まれていて、ただ成長のことだけを考えていい時間っていうのはもうデビューしてしまうと訪れなくて、俺もやりたいから1ヶ月合宿とか伸びて1ヶ月練習してって思うけど、やっぱりそういう時間っていうのはもしもデビューしてしまえば取れなくなるし、本当に実はめちゃくちゃ恵まれた時間なので、どうか明日以降残ってくださった方にも改めてちょっと本気で頑張ってほしいなと思いますし、集まってくれて改めて本当にありがとうございます。自分としても本当素敵なものを見せてもらって胸がいっぱいです。マジで本当にありがとうございました。ありがとうございました。では15人最後の夜をお過ごしください。ありがとうございました。以上です。解散。もうみんなそれぞれ、力を出してパフォーマンスできたと思うので、この疲れた体を、美味しい冷しゃぶ作ってくださったので、これをしっかり食べて、休めて、で明日を迎えましょう。それではせーの、いただきます。いただきます。そうですね、なんか会場に行くまで全然緊張しなかったんですけど、本番始まる前に日高社長がおっしゃってたその緊張はした方がいいっていう言葉があって、本番前なんかしっかりといい緊張しながら最初の音を混ぜたなっていう、なんか今までの人生にはないぐらいその音楽にはまった瞬間が今日だったのかなって思います。率直な感想は悔しいっていうのがすごく大きくて、今自分の中でも整理がついてないんですけど、やっぱり失敗してしまった部分があるので、やっぱり明日の結果もすごい不安ですし、なんか精一杯やりきったとはいえまだ心残りがあるのがすごく今悔しいですね。もう今不安で、一番15人で過ごせる最後の夜なんですけど、すごい今気分が落ち込んではいるんですけど、最後の夜みんなで楽しんで悔いなく、また明日の発表はどんな結果であれ、この1週間が無駄なものではないと思うので、どんな結果であれ受け入れて次まで頑張りたいなって思います。なんていうんやろう、言葉にするのが難しいくらい、なんかいろんな感情で本当にもうたくさんの感情がいっぱいあって、すごい複雑なんですけど、なんかこの合宿でなんていうんだろう、もしかしたら自分が落ちるかもしれないし、自分がもしも残れたとしても、自分が今まで1週間一緒に過ごしてきた大好きなメンバーとか仲間がこう落ちてしまう可能性もあるというか、自分としては結構もうやることをやって、本当にこの1週間もう全力でファンタジーっていう楽曲をどうやったら良くするかっていうことをめっちゃ考えながらずっとチームでみんなで頑張ってたので、自分としては今日すごいその練習の成果全部出せて、悔いはないので、結果はどうであっても
絶対に悔いはないし、もしも合格させていただいたらまたもっともっと表現を増やせるように、スカイハイさんや画面の奥の皆さんにもっと驚いてもらえるように成長をまたし続けたいなっていうふうに覚悟はできています。自分たちで目指す先を共に誓い合ったり励まし合ったり、内側で全部やれていくというチーム力、それをチームでやるときってやっぱりブレちゃったり弱気になっちゃったりしちゃう人がいたりするんだけど、それを互いに支え合える力、ある程度影響してます。技術だけで順位が決まっ上の方に行ける人もいれば、メンタリティも含めて上の方にいる人もいるよっていう話で。おはようございます。お待たせしてすみません。合宿を最後まで進めていくにあたってこのまま15人全員でという形で、やっていくわけにはいかないので、少しずつ申し訳ないんだけど絞らせていただく形で、進めたいと思っております。今回はその2つ目のグループを作るにあたっての人の選び方っていうのをさせてもらってます。歌とダンスとラップとかのクオリティっていうものは当然大事にしてるんだけれども、2つ目のグループっていうのにあたって最終的にやっぱり単純なクオリティと同じかそれ以上に大事なものはこれかなと思って、いるものがメンタリティ、こういうふうにやっていこう、こういうふうになっていこうっていうビジョンがしっかり見えていて、そこに向かってみんなで進んでいけて、周りの人間がくじけそうになったり何かちょっと今うまくいってないなっていう時にモチベーションが下がってたりするのを、多分俺たちはこういうふうにやっていけば絶対いけるよっていうのを周りに鼓舞してやっていける。自分一人でもビジョンを見つけて目指せるし、そこに仲間がいるんだったら仲間を引っ張り上げていけるみたいなメンタリティっていうものが絶対に大事だと思ってます。そういうのが備わった時、2つ目のグループっていうのはむしろ自由度も高く一番輝ける強さが持てるんじゃないかなというのがぼんやりっていうよりはもうちょっとしっかりと見えているので、選び方は本当に迷ったんだけど、今回そっちの方向にさせてもらいました。次の審査にお願いするのは全部で12人なんですけど、呼ぶ順番っていうのも順位に近いものがあると思っておいてもらって大丈夫です。1人目は直哉、お願いいたします。お願いします。素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございます。もともと才能はありそうだからなんか合宿中にどこかのタイミングでテンションというかモチベーションが変わったらすごい伸びていくんだろうなと思っていたんですけど、もう本当にどんどんとみるみるとという感じで、中間発表から本番までの間でも見違えるようだったので、歌声のバリエーションも増えてダンスももう根を張るようなパフォーマンスがどんどんとできてっていってるので、多分今まで努力されてきたのが花開くタイミングが来てると思うので、何も間違ってるところはないと思います。その方向でそのまま頑張っていってくれたらもっといい景色がたくさん自分も見せてもらえるなと思って期待しております。よろしくお願いいたします。お願いします。
2人目、海龍、お願いします。もうクオリティ、特に歌唱をした時のただ歌がうまいというだけじゃなくて、歌唱した時の表情も含めて、身振り手振り含めて楽曲をこう表すっていうことに対してのステージが確実にもう上がっているので、どの楽曲でもちょっとこれは海龍だったらどういうふうに歌うだろうっていうのが気になる段階、本当にシンガーとしてあとはもうどういう形で世の中に出るかっていうことを考えて良いフェーズにもう入ってると思うし、ダンスに関しても少なくとも踊れていない方向で目立つっていうことはないと思うんですけど、ファンタジーの場合は当然振りが入ってから長かったと思うので、海龍の場合は次以降が本当の勝負になってくると思うんですけど、もう一個やっぱりどうやったって上の順位で呼ぶ以外に考えようがないのは、それこそメンタリティの部分、今はプロのダンス&ボーカルのメンバーになるということ以外考えてないっていうスタンスを随所から感じるし、それはなんかしかも人をこう寄せつけない形で目指し続けるんじゃなくて、周りをいい空気、いいバイブスで巻き込みながら上に上げていく感じっていうのはすごい心強かったです。本当にそのまま頑張っていってほしいなと思ってます。よろしくお願いいたします。3人目、龍樹、お願いします。ありがとうございます。パフォーマンスが何せ本当に素晴らしかったので、培ってたダンスもそうだし、歌唱に関しても解釈の種類がいろいろある中で、自分の解釈っていうのは確実に龍樹の中であるんだなというのを感じましたので、楽曲多分他の楽曲でもおそらくこれだったら自分はこういうふうに表現しようっていうのがいろいろ出てきそうだなと思いましたし、何よりそうだね、音楽とパフォーマンスっていうのが完全につながっている状態が作れてるっていうのはすごく楽しみだし、いろんな形で見たい聞きたいなと思います。上の方で呼びたかったなと思ったのは今やってることって間違ってないですよっていうのをちょっとこう後押ししてあげたいなというのもあるので、ちょっと次以降もそのままちょっと自信を持って頑張ってほしいなと思ってます。ありがとうございます。4人目、ラン、お願いします。ありがとうございます。もう楽曲多分どの曲をパフォーマンスしてもチームに安心感与えられるくらいのパフォーマンスは絶対にできると思います。なんかいつ歌聴いても安定してるし、いつダンス聴いても華々しいし、そういった意味ですごく嬉しいなと思うことは増えました。本当に特に歌唱においてはこの夏くらいから本当に急に伸びたなと思うので、この合宿はさらに花開くところまだまだ来てほしいなと思って期待するところもいっぱいありますし、ただそうだね、同時にどこら辺で名前を呼ばせてもらおうかなと思った時に、ランはそれだけもうクオリティとして高いものを持っていて、なおかつファンタジーに関してはもう楽曲が知っている状態でもあったので、まだもっとチームを強くできた気がするなというのは少し思っているんだけれど、さっき言ったメンタリティみたいなものってみんながみんな横並びにお手手つないで仲良くしなくてはいけないっていうことともまた違うので、それはそれでランらしさなのかもなと今話しながら少し思っているところは
あります。ただそうだね、パフォーマンスする時に次はもう一回周りの横の空気というか、他の人はどういうことを考えていてどういうふうにやってきてるんだろうっていうのをもう少しこうそうだね広げてみてもらえたら、多分パフォーマンスの種類が大きく変わると思います。甘えたり甘えられたりっていうのが人とできるような状況になったら、それはなんだろう、人としても素晴らしいんだけど絶対にパフォーマンスも伸びるので、それをちょっと見たいなと思ってるのでちょっと念頭に入れておいてほしいなと思います。次も素晴らしいパフォーマンス見れるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。5人目タクト、お願いします。どのくらいで名前呼ばせてもらうかとか、そもそも次の審査をお願いするべきかどうかみたいなところっていうのは他のスタッフと話をしても割と揉めることも実はあったとかなかったとかで、それは何でかっていうと、まさにクオリティと関係ないメンタリティの部分で、果たしてタクト君という存在はボーイズグループのメンバーとして世の中に出ることをどのくらい望んでいるのか、望んでいるのは絶対望んでいると思うんだけど、どのくらい望んでいるのか、その姿を明確にイメージできているのか、およびタクト君としても人生が大きく変わってしまうので、それこそダンサーとしてのキャリアを大きく捨てちゃうことになるし、とにかくステージの上で楽曲を表現するっていうことにもう腹のくくりが強くないといけないっていうのがあるので、それはやっぱり今までのキャリアがある分スタッフの間でも揉めてたりはしたんだけれども、少なくとも本当自分が見せてもらったパフォーマンスであったり、そこに挑むまでの姿勢であったり、歌唱に対するアプローチが本当に変わったことだったりっていうのは確実にタクトの中で音楽っていうものに対する考え方が変わってるタイミングだと思うので、今まで聴くものだった音楽っていうものがもう完全に違うものだと思うんで、表現しててもただ単に綺麗に歌おうっていうよりはどういうふうに歌ったらかっこいいだろうかっていうものを強く考えている瞬間が何回もあると思うんですね。でそれはアーティストがやることなので、もうすでにアーティストとしてのスタートは切ってると思います。その後果たしてどういうアーティストになりたいのか、どういうグループやってみたいのかとかをもう一回強くイメージして、で多分みんなそれぞれあるので、他のメンバーにも。で次もチーム戦なので、そこと話をして、じゃあ僕たちのチームは1週間でこういう形になっていこうっていうものを目指して、やってみてほしいなと思います。よろしくお願いします。あと歯は気をつけてください。それもね大変だよね。そう思います。では6番目に名前を呼ばせていただきます。康介、お願いします。7番目に名前を呼ばせていただきます。生徒、お願いします。良い意味でも悪い意味でもこのくらいのパフォーマンスをしてくれるだろうっていう想像を見せてもらったなという感じです。まずはスタート段階から考えて本当に立ち踊りっていうことに関して全く違和感がなくなったというか、踊れる人なのでそれはすごい良いなと思いました。ダンスをやってる時間自体が長いから音楽に対する体の受け止め方っていうのはやっぱり秀でてて、歌いながら踊ってる時とかでも
体の軸が全くぶれない状態なので、最終的に完成した時にものすごいかっこいいアーティストになると思います。歌いながら踊ると、ダンスはセーブしちゃってっていう人も多いし、それ正しいんだけど、生徒の場合は多分ダンスが意外と歌いながらでも効いてくるパフォーマンスになってくるタイプだと思うので、それって本当難しいんで、それはすごい自信として持っといてほしいなって思います。今もう一回立ち返ってほしいのは、チームを良くするためにはどうするべきかっていうことを考えたら、まず自分がものすごく前向きなモチベーションを保ってパフォーマンスだったりトレーニングに臨むことだと間違いなく思うので、自分がなりたいアーティスト像っていうのを明確にして、横の人たちとどんどんとつながっていく感じっていうのをせっかくだから楽しんでほしいなと思うし、そうなった時にパフォーマンスも一個伸びるなと思っているので、楽しんでもらえればいいなというふうに思います。なりたい自分に対して明確にイメージして、それぞれのなりたい姿っていうものを尊重してチームで戦っていくっていう姿勢も一回思い出してくれたらいいなと思います。長々すいません。よろしくお願いします。では8番目に名前呼ばせてもらいます。カノン、お願いします。では9番目になりますね。隼人、お願いします。ありがとうございます。それこそメンタリティっていう面ではすごい高いものを兼ね備えてくれそうだなという、今段階でものすごく明確にビジョンがあってアティチュードがあって、横のメンバーをチアアップしていってみんなで行くぞってやれるかっていうと、そんなことはないと。別にみんなで行くぞってやる必要はないんだけど、イメージとして、必要はないと思うんだけど、そういうものを高く兼ね備えてくれそうだなっていう感じがしました。いろんな練習だったりとかに臨む態度っていうか意識みたいなものもすごい貪欲に見えるし、表現の幅を広げるっていうことに関してもすごい努力されてるのを感じました。それはすごい素敵なことだと思います。多分どんどんと他のアティチュードが伸びてくれば伸びてくるほど、他のスキルが伸びてくれば伸びてくるほど、もともと持ってたガールズダンスの話だったり、歌い方も多分そういう癖みたいなものがあるのかなってか、あるなとは思ってたんだけど、それはそれで別に捨てる必要ないし、魅力は魅力なので、そうじゃないところの発声とかダンスが出た時に今こういうのもあるんだ、かっこいいなっていう感じなんだけど、多分バランスとしてはそれがひっくり返る瞬間くらいで良いのかなと思います。もちろんそういうのが美しい可愛い曲もあるけど、ファンタジーだったらもう少しどしっとした瞬間だったり、優しかったりブレッシーだったり太かったりする発声がメインであって、ふとした瞬間に可愛さみたいなのが出たら多分すごい胸を打ちそうだなと思いました。音楽ってこんななんかいろんなことあるんだ楽しいなとか、歌い方ってこんなにいろんな種類あるんだ楽しいなとかまで1ヶ月でたどり着ける人は多くはないけどたまにはいるし、あなたはそれができる人だと思うし、それを前向きに楽しんでくれる人だというふうにすごく感じているので、楽しみにしてます。ありがとうございます。10人目に名前を呼ばせていただくのは、エイキ、はい、お願いします。まずは本当に1週間たくさん頑張ってくれてありがとうございます。すごく素敵でした。歌がうまいっていうのはそうなんだけど、やっぱりよくあるダンスあまりやってきてないけどって
いうかゼロだもんね英樹の場合はね、ダンスやってきてないけど歌自信がありますっていう人が踊りながら歌うとやっぱりできないものに引っ張られてクオリティが下がっちゃったりとかするのは普通のことだと思うので、あなたは踊りながら歌う時に楽曲のグルーヴがより丁寧に表現されたりとか表情がより華やかになったりとかしてるのですごく可能性や才能を高く持ってると思います。もちろんこれからはダンスや歌の練習するっていうのもそうなんだけど、改めてメンタリティの中でもアティチュードかな、なんかこういうアーティストになりたいのでこういうパフォーマンスをしたい、こういうアーティストになりたいっていうのは最初の一歩だと思うんだけど、なんでこのアーティストになりたいのかなって考える作業をひょっとしたら英樹はしてみてもよいかもしれないね。このアーティストのかっこいい部分ってこういうとこだなとか、この曲のこの瞬間に本当にかっこいいと思ったんだよなっていうのがもしあったとしたら、なんでそれをそういうふうに思ったんだろうなっていうのをちょっと紐解いてみてほしいかなって思います。意外とアーティストの人っていうのは無我夢中に一心不乱に歌ってるように見えてもしっかりとカメラ意識してたりする人もいるし、逆に本当に何気ない首の角度とかでここ超カメラ意識しててセクシーだよねって思うけど、その人にとっては無意識だったりしたりするから自分はどういうアーティストのどういう瞬間に心惹かれるのかっていうのをすごく考えていって、で英樹だったらどういうふうな表現するのかっていうところまでいけるとアーティストっていうことになると思うんだけど、果たして、それに何年もかかる人もいれば3日くらいでポコンってきちゃう人もいるから、それが間に合うか間に合わないかはちょっと自分には分かんないです。なのでまだ分かんないなというふうな気持ちではあるんだけど、それこそ同じくメンタリティーで言ったら練習に挑む態度だったり周りの人に接する接し方だったり、そういったところで一番心配がないのもあなただったし、集団行動する上であなたみたいな人が一人いてくれたっていうのは自分はすごいありがてえ、もう神の恵みだみたいに本当に大げさじゃなく思ってたりするので、そういう部分も含めてみんな高く評価しているあなたのことをっていうことは毎回強く言わせてください。パフォーマンスだけじゃなくてこの1週間過ごし方全て素晴らしかったです。ありがとうございます。11番目に呼ばせていただくのはゆう、はい、ありがとうございます。12番目に名前を呼ばせていただくのは浩平、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ということで次の1週間の課題曲とかがあるのでちょっと待っていてください。すいませんお待たせしちゃって、また1週間よろしくお願いいたします。お願いします。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に何を軸に見るかで本当に変わってくるんだけど、最終的にはもう今年にグループになって来年の年明けとかに世の中に出るぞってなった時のそういうメンタリティっていうものはちょっと大事にしたいなと思いました。まさか一番最初に呼ばれると思ってなかったので、それは本当にすごくびっくりしたんですけど、それだけすごいちゃんと見ていただいてるんだなっていう風に感じたし、今日スカイハイさんが全員に言っていたアドバイスとかも自分のことを言ってるかのように取り入れてこれからのレッスン本当に頑張りたいなと思いました。昨日に引き続きすごい褒めてはもらえたのですごい嬉しいし、その分次求められるレベルっていうのは絶対高くなっていくと思うので、でもそれもすごい嬉しいことなので、
どんだけハードルが上がってもそれを飛び越えていく自信はあるので、次の審査も、見せつけたいと思ってます。3番目に呼ばれたのがやっぱりこうオリンピックで言えば銅メダルなので悔しいっていう気持ちもあるし、やっぱ金メダル取りたいっていう気持ちもあるし、だからその1位になったからデビューメンバーに入れるとは限らないと思うので、その順位は関係なしにみんな同等なので、そこで自分がデビューを勝ち取れるようにまた改めて気合が入ったというか実感しました。いつになってもオーディションはやっぱ緊張するし、こうなんていうんだろうな、今回はプレッシャーとかもなんかちょっと勝手ながらに感じたりとかもしてて、同じく A チームとして頑張ってきたよりくんだとか大輝くんがこう、なんか結果的に落ちてしまったっていうことに関してなんかすごい申し訳なさを感じるなというのが今正直な気持ちです。もちろん、覚悟を持って合宿に来たつもりではあるんですけど、もっと本気になってがむしゃらに一切後悔したくないし、この期間もっと気合い入れてやっていこうというふうに思いました。嬉しくもなければちょっと悔しさの方が強いですね。割とすぐ切り替えて未来のことを想像しながら待ってたんですけど、やっぱその呼ばれなかった子たちのことが結構頭によぎって、自分の嬉しさよりもそっちの方が強くなっちゃって、結構途中から溢れちゃいました。ひとまずはほっとしたっていうのが一番にあって、呼ばれる本当に不安だったので、呼ばれたことについてはすごく嬉しいですし、頑張ろうっていう気持ちになったんですけど、やっぱりこれからの先の審査の不安だったりとか、やっぱり3人いなくなってしまったことの悲しさとかがいろいろあって、一言では表せないんですけど、でも今はとりあえず前を向いて頑張らなきゃなっていう気持ちです。またちょっとスタートラインというか、もう一回一から自分を見つめ直して、歌とかダンスのそのパフォーマンス部分、もっとこの1週間で頑張っていければなと思ってます。3人ちゃんと上がれたこの嬉しい気持ちと、やっぱ自分が3人の中で一番まだまだなところもあるので、めっちゃ燃えてます。人生がかかったステージ、今日は間違いなくそういう日だと思うので、本気でやってもらえたら嬉しいな。